はい、皆さん、こんにちは。ということで、今日はですね、別に特に話す内容を決めてないんですけど、とりあえず、最近ちょっと調べてることについて言おうかなと思います。イギリスに、スティルトン村っていうのがありまして、スティルトンチーズって聞いたことあるかもしれないですけど、フランスでね、カマンベールチーズってありますけど、同じような感じで、スティルトン村っていうところで作られてたので、スティルトンチーズっていうのができたんですけど、問題があって、今そのスティルトン村ではスティルトンチーズ作れないんですね。なんでかっていうと、本当になんか面白い話なんですけど、スティルトンチーズを海外に輸出しようとしたイギリス政府が、スティルトンチーズの作り方みたいなものを新しい、規格、基準を設けて、衛生基準みたいのを、刷新したんですね。でその結果ですね、スティルトン村でもともと作ってたチーズっていうのは生乳を殺菌しないで、パスチャライズしないで、普通のね、日本で売ってる牛乳は基本的にパスチャライズされてますけど、殺菌しないで作ってたんで、リステリアとかね、いろんな病原菌がいる恐れがあるので、これは危険だということで、新しい基準を設けて、スティルトンチーズの量産体制をスティルトン村以外で作ってしまったんですね。なので、その元々作っていた生産者たちは作れなくなってしまって、それで今名前を変えて、結局だから法的にも新しい基準で作られたものだけがスティルトンと呼ばれているので、もともと作っていた人たちのスティルトンチーズはスティチェルトンっていうふうに名前を変えてやってるそうです。これってなんか、ある意味、変な話、伝統文化を守ろうとした結果、破壊してしまうみたいな、なんかちょっと皮肉な話なんですけど、似たような事例として、日本で八丁味噌の話がありましたね。私も別のチャンネルで取り扱ったことがあるんですけど、八丁味噌も、もともとその数百年前から、江戸時代ぐらいから、八丁味噌を作っていた、伝統的な製法で作っていたマリアと角球というのは2つの生産者さんがいらっしゃったんですけど、だんだん類似品、模倣品みたいなものが出てきて、で、それを彼らとしてはやっぱり本物じゃないからってことで締め出したいっていうのがあって、それでいろいろやってきたんですけど、結局うまくいかなくて、逆に新しくその国がその GI 登録、GI 登録って言って地理的表示保護制度ですね。それを使って新しい規格、基準で、登録したんですね。で、その結果、もともと古くからの伝統的な製法で作っていた八丁味噌の方は、認められなかったんですよ。なので、法的に名乗れなくなる恐れがあって、しかも最高裁まで裁判して負けちゃったんですね。だからもう完全にもうダメかと思われたんですけど、なんか結局和解したみたいで、今は大丈夫。八丁味噌。マリアと角球も八丁味噌って名乗れることになったらしいんですけどね。ここからね、導き出される結論としては、なんていうか八丁味噌、スティルトンチーズの件も両方ともそうですけど、GI 登録って本来は地域の名前がついた食品、伝統的に生産されているものを守る目的で作られたんですよ。だけど、逆にもともと作っていた人たちが締め出されるみたいな逆転現象っていうんですかね。じゃあ他の事例です。例えばフェタ。ギリシャのフェタチーズの場合だったら、ギリシャの方が勝ったので、今はデンマークのアーラって会社が作ってたアペティーナ。あれはホワイトチーズって名前に変えざるを得なくなったり。そっちは本家の方が勝った感じですね。で、それに対してカマンベールチーズ。日本でもカマンベールチーズっていっぱい売ってますけど、あれはだから本当に本物のカマンベールとは違うんですよね、本当は。だけどもう残念ながらもう普通名詞みたいな感じになってしまって、もはや。なんか、類似品模倣品というか、似たような作り方をした別物がいっぱい出回ってるわけですね。実際、例えば、なんか調べたんですけど、日本国内で AOC、アオセとか言われるんですけど、なんかフランスの、そういうなんか地理的表示保護制度みたいなやつですね。それに登録されているカマンベールチーズを日本で買おうとすると、やっぱ高くて、4000円とか、すごい値段になりますね。普通の、カマンベールチーズ、雪印とか、そういうので買ったら、400円、500円ぐらいだと思うんで、10倍ぐらいしますね。みたいな感じで。確かにじゃあ、八丁味噌の件もそうで、やっぱり同じ八丁味噌って名前だったら、やっぱ安い方買うよなって感じがして、実際私もだって、この件について知るまでは、別にじゃあ、一匹さんとか、別の会社が作ったもうちょっと安めの八丁味噌買ってましたね。別にだから、特に、味として実際に食べてみて確かに違うんですよ。一匹さんの八丁味噌と、じゃあ、マリアと角球の八丁味噌は、味は全然違います、本当に。もう多分だから、カビとか、使ってる、なんていうんですかね、作るために使われる菌が
違うんでしょうね。実際に味噌蔵行ってみて思ったのが、壁とか柱とか梁とか変えないんですよ。まあ、すごい古いやつのままにしてあって、そうすることによって味を維持してるらしいんですね。逆にそれが多分衛生基準的な GI 登録の件とかでも、まあそういうのが他の業者ではまあ確かに再現できないですよね、きっと。まあよく言えば味のユニークさ。悪く言うとだからあまり衛生的でないのかもしれないですね。鰹節とかでも似たような問題がきっとあって、鰹節もなんか使われてるやっぱカビ、まあ要するに EU とか他のなんか国の基準的にはちょっと厳しいのかなみたいな感じがしてて。だからまあ日本産でないものが海外で出回ってるみたいな話を聞いたんで、そういうことを考えると、伝統文化の保存ってまあなんか、まあ伝統は結局まあそもそも伝統ってもの自体が、まあ長い時間をかけて変わっていくものです。まあ別にどんどん、なんていうんですかね、世の中が変われば、まあ使ってるものとかも変わって、もともと作っていたものは時代の流れ的に滅んでしまうのが仕方ないっていうふうに言ってしまっていいのかっていうのもちょっといろんな、まあ、ジレンマがありますよね。なんか私はまあ、どちらの立場からも、まあ、ものを、なるべく中立的な立場で見ようとしてるので、まあなんか、じゃあ八丁味噌とかスティルトンチーズみたいな伝統的な製法で作ってるものも大事だと思うし、まあじゃあ、衛生基準みたいなものを作って、やっぱ食中毒とかそういうことが起こらないようにするのも、それも両方とも大事だと思うので、この辺本当に、まあ、なんていうんですかね、難しい問題ですよね。なんか正義っていう言葉だけでは片付けられない感じがしてて。まあなんか、結局ね、なんかこれから先日本も伝統文化、伝統的な発酵食品が、まあ、全国各地にいろいろあると思うんですけど、それを保存していくにあたって、GI 登録っていうのについてもうちょっとなんか、いろいろ考えていくべきなんじゃないかなというふうに思います。はい、今日はそんなお話でした。